動画をご視聴の皆さん、こんにちは。ゆうです。本日はですね、珍しくバイナリーのことについてお話ししていこうかなと思います。いつもね、最近荒野行動ばっかりで、バイナリーのことについてね、全然動画を上げてなかったので、たくさんこれについて動画にしてほしいですみたいなことをいただいたので、たくさんの質問をまとめて、回答していこうかなと思います。ただ、1回で話し切ると50分とか長くなっちゃうので、5個か6個ぐらいを少なく何回も動画にしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。でね、圧倒的に、質問が多かったのがやっぱり取引についてのことなんですけども、回数ですね。はい。一番最初の質問はね、回数について。ゆうさんの1日の取引回数ってどれぐらいですかっていう質問が一番多くてですね、僕のね、1日の取引回数って全然少なくて、だいたい平均すると1日 1.5 から2ぐらいです。で、多い月ですね。で、だいたい1日3回ですね。となっております。手法がいくつか持っていて、自分自身の手法っていうのもあって、僕は特にライントレードと、サイクルトレード、この2つを軸にトレードを行ってます。で、ライントレードの方は回数稼ごうと思うと1日5回ぐらいになります。サイクルトレードに関してはだいたい1日 1.5 から2ぐらいで、ライントレードを今あんまりしてないので、ほぼ 1.5 から2ぐらいですね、となってます。で、どっちもやるときになると月でだいたい100エントリーすればいいかなっていうところですかね。100から120ぐらいですかね。のエントリー回数となってます。で、なんでこんな少ないので結構、ゆうさんってエントリー回数少ないですよねなんて質問もいただくんですけども、別に多くある必要っていうのがなくて、1回のエントリー額っていうのがだいたい500万から僕は1000万ぐらいの間ですね。多い時で2000万という感じなんですけども、そもそもそこまで張るってなったら、わざわざ回数を増やす必要っていうのがなくて、500万をね、単純に10回勝てば、それだけで月収で言うと4400万円になりますので、それだけでも十分じゃないですか。で、そこから多く積み上げていくってなると、1億とか2億狙っていくってなると、少しね、増やさないと30から40ぐらいには増やさなきゃいけないので、1.5 から2ってぐらいの数にしてます。大体月収で言うと1億から2億、3億、行くときで3億とか、そんなもんですけども、実際そんなに多くある必要っていうのが僕にあんまり感じられないので、何回もエントリーして、メンタル崩したりっていうのも嫌だし、落ち込むっていうのも嫌だし、勝率が低いことにすごくストレスを感じるっていうのがあるので、少しでも勝率を上げたいというところから、しょうがないというか、エントリー回数を削って勝率を上げていくしかないということに僕の中ではたどり着いているので、できるだけ回数は絞ってます。だから10勝10敗をできるだけ避けてますね。その10倍だけを避けるっていうことは絶対にできないので、そのバイナリーやってる以上ね。例えば、エントリーしたけども判定時刻間違えて負けてしまったとか、上がったけど落ちたけども少し時間が遅れてしまったとか、いうのはザラにあるわけで、そういうのを考えると、どっちも短め判定でも長め判定でもしっかりどっちも取れる取引をできるだけ心がけると、10勝10敗のところを削っていくしかないと僕の中では思ってるし、今までの統計、バックテストですね、のデータからもやっぱりそういうところを削っていかないと、どうしても勝率を上げることができないというのがあるので、僕は削ってます。はい。しかも僕で言うと費用対効果で言うとそんなに良くなくて、1日だいたい12時間ぐらい張り付いて 1.5 から2ですね。なので正直日本時間がほとんど見てないというか、見てるようで見てないので、だいたい16時、日本時間16時から、ロンドンフィックス、2時ぐらいまでですね。っていうのがメインで見てる時間になりますね。他もチャートは見てるんですけど、あんまりエントリーないので、なあなあに見てる感じっていうところが、多いかなという感じですね。だから別に多くある必要というのは特に僕はないかなと、思ってます。1時間にね、5回、6回取引してるっていう人で、僕勝ってる人って見たことなくて、それで勝ってるんだったら多分素晴らしいトレーダーだなと僕は思ってるんですけども、統計を取ってて、1時間で5、6回エントリーやる人はバックテスト上ね、では勝率55% が限界だなというふうに、55% 出たら相当いい方ですね、というふうに感じているので、損益分岐点 53.19 なんですけども、そういうスレスレの戦いをできるだけしたくないというところから、かなり回数削ってエントリーをしているという感じです。はい。じゃあ次の質問です。
朝起きてから朝一番にね、意識してることは何ですかっていう質問ですね。起きて、じゃあチャートを見ますってなった時に、そのチャートを見た時に何を意識してますかっていうところなんですけども、あんまり意識してなくて、僕。じゃあ朝パッと起きて、今日これ、12月3日10時、日本時間11時の、チャートなんですけども、ここで大きく窓をめちゃめちゃ開けてますよね。ビヨーンって。ビヨーン開けてますね。開けてるんですけど、これ見たときに、なんか危なそうだなっていうのは意識はしてます。ただ、前提見ると別に月曜日空いたから、月曜日が危ないとかじゃなくて、その前からもう分かりきってるじゃないですか。どっちかにブレイクしそうなチャートはしてるので、僕はなんかどっちかっていうと朝起きてからどうこうっていうことよりも寝る前の方を大切にしてますね。寝る前のチャートがどういう風なチャートを描いていて、じゃあ明日の朝一番はこういうチャートになりそうだなと、こうなった時のシナリオっていうのを考えておこう。例えば、急な上昇をしていた場合、急な下落をしていた場合、っていうのはとっても危険だなと。同じレンジを作っていて、ボックスレンジを抜けなかったら、例えばこういう風にラインを引いた時にね、バーっと引いたときに、じゃあどっちがこれを抜けてきたら怖いなと。でもここのエリア内であれば、取引はしていきたいなというふうに考えているってなったときに、月曜日バコーン抜けたら、じゃあ月曜日はちょっと危険だなと、自分が思い描いていたチャートではないというところから警戒が必要だというところで、1回目のチャンスをルック、要は見逃して、わざと見逃して、エントリーせずにその後の経過っていうのを見ていったりとか、していきますね。僕はなんか大切にしてることって別に今起きてる事実に対してどうこうっていうのは、正直1分2分で分析なんてできると思うんですけども、その過去の相場ですよね、を分析するのがすごい僕は大切だなと思ってます。はい。ここですね、いわゆるこの部分が大切ですね。朝起きてからじゃなくて、その前がどうなってるのかっていうところが大切なので、僕のエントリー方法っていうのもどっちかっていうと、現行の足、今出ている足に対してどうこうっていうのはあんまりそこまで見てないというか、そんなに気にしてるところじゃなくて、前提がどうだから今もこうなるよねっていうところのエントリーの方が多いんですよね。だから前もって分析して慌ててこうバタバタバタってこうエントリーするような感じではなくて、あらかじめこの通貨この癖があって今日はこのような動きをするであろうという予測をして、で計画を立ててエントリーしていくっていう感じですね。はい、そこまでこう念入りにやらないと正直勝率80、90の世界ってたどり着けないなっていうふうに僕は思ってるので、寝る前、はうちのトレードチームの中でも打ち合わせして、明日はこういう相場になったらこういうふうにエントリーしていきたいねっていう話をして、エントリーを進めてるっていうところはあります。なので朝起きてからどうこうっていうのはあんまりないかなというところです。はい。次、これはね、以前動画にしてるお話でもあるんですけども、時間判定の選び方ですね。時間判定の選び方なんですけども、もうこれはね、もう統一してます。僕はね、長め判定しかエントリーはしません。たまにあるけどね、ライントレードしますってなった時に、あるんですけど、例えば5円で言ったら、これですね、最長判定でしかエントリーしないですね。はい。だから15分取引です。僕はほぼ15分取引。で一番短くても10分取引ですかね。10分以上の取引、10分から14分40秒の間にエントリーします。これはなぜかっていうと、僕のエントリー手法が過去相場においてこれが一番勝率が高いからですね。はい。バックテストを取って、テスト結果が圧倒的に長め判定っていうのが強くて、少しエントリー回数は削れるけども 2% ほど上がるというのを知ってます。なので 2%、ね、年間で上がるって考えるとえげつない数字出るわけですよ。僕のベッド数から考えるとね。なので、こういう長い判定にしてます。はい。だからあとはね、できるだけピプスを抜いていこうっていうのもありますね。意識として。例えば、今で言うとちょっと難しいかな。ここでじゃあエントリーしましたってなった時に、次も陰線なんですけども、一応小さな陰線じゃないですか。で次が大きな陰線。こういうところを狙ってますね。ローエントリーの場合、5分足2本連続陰線を次足狙いますね。それぐらいこうピプスを大きく抜いていくっていうことを僕は意識してトレードはしています。ギリギリの戦いあんまりしたくないんですよね。
なんか精神的に良くないっていうか、うわーってなる。まあこんだけバイナリーオプションやってるんで、僕も4年ぐらいやってるのでね、もうあんまり感情的なものはないんですけど、なんか上がってきたな、下がってきたなとか、冷静に分析は、してるんですけども、一番最初こうバイナリーオプションでやりたての時、1年ぐらいの時って、もうなんかこのラスト1分、ここら辺から荒れてくるのが本当にこう精神的に、うわー、上がるのか、下がるのか、どっちなんだ、お前どっちなんだ、みたいな感じでこう見ちゃうよね。みたいな。やめろ、お前ラスト1分やめとけ、みたいな。お前俺のこと見てんだろ、みたいな。見ちゃってるでしょ。お前見てるでしょ、みたいな。そんな感じになって負けちゃうとか、すっげームカつくじゃないですか。なんかだからできるだけこうピプスを抜いていこうみたいな思考にはなってますね。はい。だから精神的にこうスレスレの戦いをしたくないというのがあります。で、あとはバックテストを、取ってる時に、圧倒的にね、長め判定の方が自分はいいという風な、結果が出てるから、そのような、選択をしてるっていう感じですね。でもこれがもしバックテスト取ってなくて時間判定悩んでるんだったらそれは話違うよねってなりますね。そもそもバックテスト取りなさいというところになるので、そこから始めましょう。はい。じゃあ次の質問。なんかね、ちょっと変わった質問。フォロワーの方と購入者の方、どれぐらい好きですかって質問なんですけど、難しいよね。なんて答えたらベストなんだろうって俺は思うんだけど、友達以上恋人未満って言っとこう。それがいい。以上。はい。次。美容初心者ですが、通貨ペアは一つに絞ってますか、それとも複数見ておりますか。これね、一つに絞って学びなさいっていう方もたくさんいらっしゃるんですけども、僕は全通貨見た方がいいと思いますね。いわゆるハイローに出てるこの通貨ペア全部ですね。通貨ペアっていうのがあります。すべての資産かな。で、出てるこの通貨ペアすべて僕は見てます。なので18通貨全部見てますね。はい。っていうのもその相場全体の流れっていうのが分からなくなるからですね。例えばドルの力が強いのか、ポンドの力が強いのか、ユーロの力が強いのか、5ドルの力が強いのか、どれが強いかっていうのをちゃんと分かった上でやっぱりトレードってしていかなければいけないと僕は思ってるんですよね。もちろんそのチャートでね、作り方っていうのも違うし、癖っていうのももちろん違うんですけども、でも相場は相場だし、ドル円、ユーロドルを軸に全体っていうのが動いてるわけじゃないですか。ということを考えると全通貨見といた方がいいよねっていうのが僕の理屈です。はい。あとはその相関関係ですよね。どの通貨ペアが強いか、僕はパワーインジっていう言葉を使ってるんですけども、どの通貨がね、強いのか、どの通貨が売られすぎ買われすぎなのか、そういったところをちゃんと見ていってるし、どの通貨が一方的に売られてる買われてるっていうのもちゃんと見ていきますね。でそれに関連する通貨であれば僕はエントリーしないですし、それに関連してない通貨で、綺麗な波形作ってたりとかサイクル作ってたりするならばエントリーするしというところですね。で一つだけを見るっていうことは絶対にしないようにしてます。はい。ですね。僕はできるだけたくさんの通貨を見て、たくさんの癖を見抜いて、どの通貨が自分にとって得意なのか不得意なのかっていうのを見つけてますし、日々その通貨の癖、例えばポンドが荒れている、なんでポンドが荒れているんだろうということを分析して、それが世界経済においてどんな影響を及ぼすのか、そしてその影響はどの通貨ペア、為替に影響していくのかっていうところは日々分析して意識しています。はい、通貨ペアを一つ研究したからそれだけで勝てるかって言ったら僕は違うと思うので、はい、FX だったらいいと思いますね。FX だったらドル円だけとかだったら全然いいと思いますし、ポンドだけとかでもいいと思うんですけど、バイナリーにおいてはね、通貨ペアもともとチャンス多くないじゃないですか。 FX よりもやっぱりスキャルピングみたいなことでピプスを抜いて勝負とかじゃなくて、単純に回数を絞って勝率を上げていかなきゃいけない手法というか、仕組みなので、できるだけ多く見てできるだけチャンスを伺っていくっていうのは大切なことかなと思います。はい。で、この方その一つに絞ってて1日例えば0回の日があるんだったら余計ですね。例えば1通貨でもう1日エントリー数なんか20回ぐらいありますとか言うんだったら全通貨見たら本当に破産するね。絶対やめた方がいいと思います。そもそもその手法自体見直した方が僕はどっちかっていうといいと思うんで、手法の見直しから始めた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
で、こういうのって結構小手先じゃないですか。通貨ペア絞ってるのか複数見てるかっていうところって結構小手先なんで、もっとこう、ハウツーじゃないですけども、自分の手法ってどんな手法なのか、それの手法が正しいのかどうかっていうのをやっぱり過去相場からたくさん分析していって、自分の手法はどの通貨ペアによく強くね、反応してくれるのかどうかっていう分析までしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。特に初心者なんで今のうちに軌道修正できるので、ぜひぜひ、その手法を確立して、見直してみて、バックテスト取ってみることをお勧めします。はい。ということで、今回は5個、6個ぐらいの質問でしたけども、どんどん質問が来てるので、随時、できるだけ毎日更新したいんだけどね、めんどくさくなっちゃうんだよね、やってると。わー、だりーみたいな、やめよーみたいな感じになっちゃうんで、できるだけ、動画上げていこうと思いますので、よかったら、チャンネル登録の方お願いします。この動画面白かったなとか参考になったよという人はグッドボタンの方よろしくお願いします。ということでまた会いましょう。バイバイ。